俺の序盤が開くとき、世界は終わる。いや終わらないしお前にそんな力はないぞ。私は今まで中学の頃から10キロの重りを足につけている。これは実話です。ウプ主は中学の頃ジャンプの裏面見て買いました。その封印を解きし解き、世界は終焉の豪華に焼かれ、ウプ主は最強に覚醒するんだ。10キロじゃ変わらんよ。我が左手に封印されし悪魔よ。その力を示せ画像右手だぞウプ主。なんやてこれは失敬しました。まあそんな一度は考えたことある妄想。そんな感じのいい感じの作品。そんな感じのいい感じの作品ってなんだよ。お前は紹介下手くそかよ。男の子の妄想を振り切るまでに具現化。そうフルスロットル俺最強伝説。もう月とうとうで中2って言われても。もう私魔法使えるんで。誰が何と言おうと使えるんで。いやお前魔法も使えないし、なんなら仕事もないし彼女いないし。やめてくれ現実怖いまあ元気出せよウプ主。いつかなんかいいことあるって。宝くじ当たらないかな。まあそんな小話は置いておいて。影の実力者になりたくては一体どんなアニメなのか。見どころや魅力について語りましょうか。その前にまずはいつも通り公式 PV をどうぞ。きっかけが何だったかは覚えていない。ただ物心ついた頃にはもう憧れていた。誰もが子供の頃にヒーローに憧れるように、そうなりたいと思った。影の実力者に。我らはシャドウガーデン、影に潜み影を狩る者。ただそれだけのためにある。観客は観客らしく舞台を眺めてるだけで満足していなさい。いずれ敵の全てがあの光に消える。影の世界、月の隠れた今宵はまさに我らにふさわしい世界ですね。我々の目から逃れることなど不可能ですわ。久しぶりの大きな狩り、楽しみなのです。皆主様の号令を待っています。容赦はしません。今宵世界は我らを知る。普通にかっけこれは良いですな。最高ですよこれぞファンタジー。昨今なんかファンタジーなのに妙にリアルなやつとか、多くなってますがやっぱファンタジーといえば、現実離れと最強な俺様キャラ。結局これなんだよな。仮面ライダーとかウルトラマンとか、やっぱずっと男子は好きなんですよ。表では流行りの曲を聴いて、家ではこういうの見るのが至極なわけですよ。ウプ主も昔そうだったからな。学校では洋楽、家ではアニソンなわけですよ。風呂場ではマクロス熱唱なわけですよ。異世界転生とかさ、魔法とかさ、しかも女の子の仲間とか、おいおい欲張りすぎですぞ。そんな転生ものアニメ。主人公は転生前からずっと研鑽した高校生。魔法がない世界でも自分を突き通す。そこに情熱を燃やしていました。ですが主人公は知っていました。現実は残酷で武器を持った人間には勝てない。ミサイルや銃などで撃たれたら終わってしまう。現実は残酷だよな。憧れる最強そこには明確な壁が存在しました。主人公が思う最強はそんなことでは負けない。妥協は許されないのだ。明確な最強と現実の乖離は開くばかり。そんな時、とうとうそのきっかけは訪れます。事故に遭った主人公が目覚めると、そうお約束の展開です。魔法と剣の世界、異世界転生の始まりです。でも異世界ものは多いし、何か違いはあるのか？よくぞ聞いてくれました。タイトルにあるように、この作品の最終目標はナルトの断像や、モリアーティのようなポジションです。裏で全てを操ること。それこそが最終目標になります。故に表ではあえて弱さを演じる必要があるのです。そうウプ主が大好きな力隠してますけど、何かそれが展開されます。普通はサブキャラポジションだよな。7つの題材で US カノールみたいな感じすこ。そうオタクとは常に逆張り。オタクにとって主人公は言うなれば敵である。サブキャラやロールプレイヤーこそ最高です。こじらせればこじらせるほど、サブキャラに惹かれます。5人グループなら緑あたりが好きなのだ。赤
そんなの邪道だよ邪道。緑か黄色あたりが応援しがいがある。わかる人いませんか？ウプ主はランドセルが青で普通に最初いじめに遭いました。個性を許されない世の中4。自分は自分らしくしたいだけなのだ。同じものばかりに疑問しかないです。人と違うからこそ感性は磨かれるというのに、みんなが同じものばかりの世の中、変人たちが世界を回しているというのにです。お前は鬼人だけどな。親戚に鬼人扱いされまくってます。なんか親戚みんなよそよそしくて普通に泣けます。ウプ主好きな配信者さんがいまして、鬼屋さんって方なんですが、編集中必ず配信見ながら編集してます。自分を無理に隠さず素直な彼は大好きなんです。少し話が脱線しましたが、そんな主人公はあるきっかけで仲間を集め、闇の組織と戦うことになります。仲間たちと共に裏で暗躍し、魔人復活を阻止すること。それが目標です。てか最近ファイルーズさんご活躍ですね。売れてますね。演技の分け方うまいですよね。ストーリーは細かい説明より、淡々と進行していきますので、見ながら作業にも向いています。一体どんな敵が待ち受けているのか、そもそも敵は本当にいるのかなど、意外とひねりもあって面白いですよ。単調そうに見えてそうじゃない。そこの展開はさすがラノベ作者さんって感じです。変化がうまくあったりと、俺最強だけじゃないのがいいですね。そういった視点だとテンスラとかうまいですよね。間違いなく最強、なのに、簡単には進まないと言いますか。そこの細かいジレンマみたいな、そこの味付けが薄味になりすぎないのもいいですね。割とオーバーロード好きとか刺さるんじゃないかなって、ウプ主的には思います。オープニングもオクトさんですし。大いなる石正義さんな。失礼いたしました。見る人は選びそうですが、割と見やすくて良いアニメですよ。ぜひともご意見くだされ。ウプ主的にはもっと語りたいのですが、あまり長くなってくどくなってもですし、今回はこの辺にいたしましょうか。今回もご視聴ありがとうございます。陰キャオタクのウプ主の楽しみは、皆さんのいいねやコメントです。お気になさらず良くないと思ったら、バットやコメントでもいいですし、教えていただけたら励みになります。皆様一人一人見ていただけた人は私にとって財産です。どんな言葉も反応もとても嬉しいです。お手数ですが登録もしていただけたら幸いです。あと風邪流行ってるので気をつけてください。ウプ主2回目かかりました。それでは皆様今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ではまた。